はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。前回の続きからですね、今回は仮組を進めていこうと思います。前回ここまで進んでるので、あとはこのピンの部分ですねに溝を掘って、その他細々したことですね。作業内容がちょっと地味で微妙な動画になりそうですが、どうぞお付き合いください。今回の作業は、まずは旋盤ですね。まずこのシャフトですね。このシャフトに、このクリップが入る溝をつけなくてはいけません。クリップの幅が 0.38 だから 0.5 ぐらいの溝が欲しいですね。ノコバを利用したバイトホルダーですね。これ使えば 0.56 ミリの溝が掘れるという感じですね。はい、旋盤の準備してたんですが、コレット用の電池ですね。買うの忘れてたので Amazon で注文しました。到着は1ヶ月後だそうです。なので1ヶ月後に、なわけがないです。そんなに待てませんが、専用のレンチは欲しいですね。でもさっさと作業したいんで、レンチは作ることになりますね。やれやれです。はい、大急ぎで作ったフックスパナですね。不格好ですが、用はなすと思います。じゃあ、旋盤の準備進めていきます。まずは旋盤にこいつをくっつけてと。では削っていきますが、何しろ細かいので見えるかどうか。剛性の低い刃物を使うので、どこでぴったり当たってるかわからないんですよね。なので後ろからライトを照らして目視でジャストの位置を探ります。でダイヤルメモリで 1.5 に合わせて、で溝を掘ると。溝の深さはおよそ 0.15。掘れたら一旦止めて、特に問題ないので、これで片側作業終了ですね。そしたら反対は単面を1ミリ削りますと。切りに変えてまたこんな感じで、溝見えてないかもしれないけど、これで1工程ですね。これをあと、予備含めてとりあえず8、9個作っときますか。はい、スナップリングですが、このままだと使えないので、ちょっと削らなきゃなんないんですよね。この辺も設計ミスですね。ちょっと余白の取り方が甘かったみたいです。わかるかな。
ほんのちょっと頭側を削っただけですが、これでぶつからなくなります。あとは組む前に分かっていた問題点もここで解決しておきます。ちょっと段差作って逃がしをつけましたね。なんかこういう加工が今後どんどん増えるんですよね。さて、やっと仮組みの準備まで進みました。なんだかんだと細かい作業が多いですね。本当に。正直動画にしても細かすぎてわからない作業ばっかでしたね。まあメインはこの仮組みというところですね。いくつかはもうベアリングつけちゃってあります。この2つはもうベアリングついてるんですよね。残りはまだまっさらな状態で、仮組みができる前段階まで加工したところです。まあ仮組み前にやらなきゃいけなかった一番大きい加工がこのベアリング用のシャフトですね。これの準備が一番めんどくさかったですね。じゃあまずはこのシャフトにスナップリングを片側だけはめてきます。なんしょ、スナップリングもちっちゃくて動画見えてないだろうなこれ。そしたらロッカーアームとベアリングを用意してベアリングを入れてシャフトを入れると。でシャフトが入ったらスナップリングで留めると。よし、ロッカーアームのローラーが組み立てました。まあこれはとりあえず仮で入れとくだけなんで、そしたらこれをロッカーアームに入れときますね。ちょっと長かったかな。まあいいや。はい、どうでしょう。いい感じだと思います。ちっちゃくてもロッカーアームですね。次はカムシャフトの加工ですね。前々回かな作ったカムシャフトと。でベアリング類ですね。封切っちゃったのが2つほどありますが、あとは固定用のスナップリングと。カムシャフトの組み立てもなかなか難儀しますね。まずはベアリング開けてきますか。初期の設計ではここにベアリングつける予定だったんですよね。一番最後の部分、ここをキャンセルしてこっち側に軸受け作ろうかと思って今再設計してる最中なんですよね。なのでここはちょっとキャンセルしとくかなと。
思います。よし、では作業いきますか。ここがキャンセルなので、まず入れるのはここのスナップリングですね。これスナップリングが一番手前から入れていかなきゃいけないのが大変なんですよね。こっちがここに入れるためにこっち側から入れてかなきゃいけないんですよね。ガムを避けながらあんまり力を加えないように。はい、一番端っこ入りましたと。そしたらベアリングを入れると。でここ斜めにすればギリギリ通るように設計したので、予想通り通ってくれて助かりますね。そしたら次はまたスナップリングを入れると。これでベアリング1個と。そしたら今度ここですね。まずやっぱりスナップリング入れてベアリング入れてスナップリングですね。ではスナップリングまた入れていきます。これでカムシャフト完成です。これでベアリングが全部乗りましたね。さてロッカーアームとカムシャフト終わったので、次シリンダーヘッドですね。1個はもう仮組みしてあるので残りをやっていきます。はい、では仮組みをしていきます。シリンダーヘッドの仮組みですね。まあこれは前もやってるのでそんなに問題はないはずです。バルブ通してスプリング入れてリテーナー入れてでコッター入れると。ちょっとコッターが硬いのがあるんだよな。ちょっとだけ気をつけて入れると。はい、2個目と。バルブはい、これでよしと。またバルブスプリングが弱いのなんのといろいろ言われそうですけどね。スプリングは買ってくりゃいいので気にはしませんと。作った部品が機能しないことの方が重大ですよね。これで、ロッカーアームに、カムシャフトとシリンダーヘッド、あとはヘッドカバーですね。で今回最大の難所ですね。ヘッドカバーを組むというのが多分一番難しい部分になるんだと思います今回は。はい、まずはロッカーアームを乗せちゃいますか。通してピンを入れるだけですね。途中までピンを入れといて、でここの蓋、この蓋ですが、これをこの次とか次の次の作業工程で作る予定ですね。ここの蓋とここの蓋ですね。やるとすれば、ただここの蓋は設計変更必要かもしれないですね。ロッカーアームこう左右に動いちゃうので、これは両端にシム入れて最終調整はします。今ちょっと仮で、
まだシム来てないので、シムとスペーサーで位置調整はしていく予定ですが、現状ちょっとこのままで進めていきます。これで1個分と。はい、4つ。ヘッドカバー4つ準備できました。そしたら次はいよいよカムシャフトを入れるんですが、これが難儀するんですよね、多分。今回設計変更で今このパーツあるんですが、このパーツは変更になります。でもとりあえず今はこのまんまで使えるので、このまんま使っていきますが、重要なのはこれがこっちからずーっと通さなきゃいけないことなんですよね。なのでどうするかというと、温めます。もうそれしか方法がないですね。とりあえずこれを作った時点で、設計した時点でイメージしてた組み立て方法でやってみます。実際組むときにはこの辺みんなホットプレートかなんかの上に乗っけといて保温しとくと思うんですが、今回は1個ずつやります。どうだ今度。1段目は入った。2段目。4段目は、もう冷えてきちゃったか。ちょっとこの辺りだな、とりあえず。はい、1個なんとか入りました。温めれば入るんで、これで組んでいけると思うんですけどね。何しろ、組むのが正直大変です。これが困ったもんですね。やっぱこの辺が設計力の低さってやつですね。では残りもどんどん組んでいきます。はい、あとはもう一度全体を温めながらネジを締めていけば、シリンダーヘッドカバーの仮組み完成ですね。あとはシリンダーヘッドにシリンダーヘッドカバーをネジ止めすれば、一旦仮組みは完成となります。こんな感じで並ぶわけで、これこっちと。とりあえずシリンダーヘッドとヘッドカバーの仮組みですね。これでいい感じじゃないかと、おおむね。よいしょ。とりあえず、仮の電動ドライバーで回してみます。
おう、いいんじゃないかな。いいと思います。これで動作テスト自体は OK と。結構いい感じじゃないかな。ついついずっと回していたくなりますが、今回の動画はここら辺で終わりとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。